今回は金消しに色付け動画シリーズ当時物レギュラーサイズパート11猛虎星人をペイントします。劇場版第1作宇宙地下プロレス連盟の一人です。いつものように水性アクリル塗料で色付けをしました。レギュラーサイズ金消しパート11のカプセルに同梱されていたブックレットです。筋肉マン消しゴム金消しは1983年から1987年にレギュラー版と言われる全30弾が順次発売されました。バンダイ発売の正規品レギュラーシリーズで418種類がラインナップ、素体の色味は5色が存在しました。このパートはドクターボンベやテリーマンなど一部を除き、基本は劇場版第1作に登場した敵キャラクターで組まれたラインナップの金消し弾でした。まずは塗装前の状態です。40年超の経年劣化、汚れはありました。致命的な損傷はなく、ペイントには大きくは支障ないので、そのままいつもの工程で下処理を進めていきました。当時物のレギュラーサイズ、高さは約4センチですが、横幅、ボリュームある巨漢超人の造形です。塗装後のレビューを先に、彩色は劇場版第1作、登場シーンを参考に配色しました。意外と真っ黒なボディの超人は少ないので、塗ってて新鮮でした。赤、黒、特殊な青の3色によるシンプルなペイントです。下処理からペイントの様子は記録していますので、ここから詳しくご覧ください。金消しデカ消しの塗装はおよそこんな流れで下処理をしていきます。煮沸してゴム素材を柔らかくして形を整え、余計な油分や表面のホコリを取る。ベンジン漬け込みを一晩から2日して、過素材、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させミスタースーパークリア艶消しを全体に吹き、塗装の下地を作りました。そして塗装です。ペイントの様子はハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。ベースとして全身にまずファレホのパンツァーエース肌色ハイライトカラーを塗りました。よく下地作りに使っている明るいライトな部類に入るフレッシュカラーです。全面に模型用の平筆で一気に塗るので 2,3 分あれば下地はできてしまいます。下地の完全乾燥の後、本格的に色分けをスタート。メインカラーの一色でもある赤です。ゲームカラーのブラッディレッドです。口の中とコスチュームにいきなりそこそこの塗装面積です。隠蔽力は強めのカラーですが、これだけの面積はやはり難しい。塗っている間に乾いた箇所を上塗りしていくように重ねて徐々に色をのせました。塗料は水性アクリルのパレホを基本に下出るカラーを要所で使いながらオール筆塗りで色付けをしていきました。パレホの隠蔽力が強いのは顔料の含有量、比率が高く設計されているということと、その粒子一つ一つが細かく、そのため均一に塗れるという特性を持っていることによります。次に黄色です。ゲームカラーのゴールドイエローです。濃い色味の黄色。目とコスチュームの留め具の装飾に、隠蔽力には課題のある黄色ですが、オレンジに色味を寄せて、このカラーは優秀です。細かい塗装箇所なので、極細筆を使いました。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色がメイン。粘度は低め、隠蔽力、塗膜は強い特性を持っています。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の色塗りに使用した塗料はこちら。頭髪、リストバンド、手足の爪には下出るカラーのレイヤー、ソテクグリーンを使いました。青によった青緑のカラーです。本来は上塗り、ハイライト用のカラーですが、隠蔽力は割と強く、下地も効いてうまく発色しました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシを使って時短させ効率よく塗装しました。消しゴムフィギュアの塗装では最初に行っている過素材抜きの工程が重要です。軟質のフィギュアにするために入っている過素材は厄介者で、そのまま塗装すると塗料の定着が悪かったり、事後に滲み出てきてテカリやベタつきの原因になってしまいます。当時物復刻版2010年代以降の新造形の金消しどれも使われている過素材は時代とともに変わっても
その抜き出し方は同じこのベンジンで問題なく今のところはやれています。刃に白です。モデルカラーのホワイトグレーです。こちらも隠蔽力は強めのカラーです。最も塗装面積が大きく、時間も要したのはボディカラーの黒です。フェイス、上半身、腕部、脚部にゲームカラーのブラックです。コスチュームの横縞模様にも使用しています。下地が効いて色は乗っていきますが、それでも塗装面積は大きいです。色ムラが出ないように下出るカラーのテクニカル、ラーミアンメディウムという溶剤塗料を使って水で薄めながら色をのせていきました。フォローで入れる下出るカラーはホビー用の水性アクリル塗料で、イギリス発の独特の形状のボトル入り塗料です。広い面積は筆で塗りに行って引っかいてしまうとムラになりやすいので、先端で叩いて色をのせていくイメージで作業をしました。かかった時間は約50分の塗装でした。蒙古星人は劇場版筋肉マンの第1作に登場したオクトパスドラゴンの配下で実質ナンバー2の超人。最後の決戦でオクトパスドラゴンとタッグを組み、筋肉マンテリーマンのマシンガンズと戦いました。筋肉マンの劇場版第1作は1984年7月に公開されました。テレビシリーズの7人の悪魔超人編終了後のストーリーとなっていますが、劇中ではラーメンマンが戦いに参加します。メトロ星に基地を持つ宇宙一凶悪な超人レスラー集団にチャンピオンベルトとマリを奪われた筋肉マンたち正義超人が宇宙船に乗ってメトロ星へ向かい、オクトパスドラゴン3世とその部下たちと戦います。この劇場版の敵キャラ、宇宙地下プロレス連盟の面々は、丸腰製の出かけ師でも第9弾でしっかり商品化されました。今回塗装の蒙古星人も巨漢超人らしいデザインで造形をされています。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペン、クリアを全体に吹き付け、乾燥させて完成です。台座をつけて塗装後です。フロントビューからリアビューまで。ということで今回は筋肉マン金消し塗装当時物レギュラーサイズパート11のシリーズの宇宙地下プロレス連盟蒙古星人を劇場版登場カラーで水性アクリル塗料にてペイントしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。